月1日に配信された情報番組、ステートオブプレイにおいて、ソニックの新作ゲームが発表されました。その名も、ソニックシャドウジェネレーションズ。2011年に発売されたソニックジェネレーションズのリマスターと、シャドウを主人公に据えた新作ゲーム、シャドウジェネレーションズという日本のタイトルが、セットになった作品です。シャドウが主人公のゲーム来たー。年明けの予想が見事に当たったな。今後私のことは預言者と呼ぶように。やかましいわ。この動画では、ソニックシャドウジェネレーションズについて現時点で分かっている情報をまとめた上で、どんなゲームになるのかという予想も話していきたいと思います。まだ短いトレーラーが公開されただけだけど、よく見るといろんなことが分かってくるぜ。ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは早速行ってみよう。ソニックシャドウジェネレーションズは、2011年に発売されたソニックジェネレーションズというゲームのリマスター版と、シャドウジェネレーションズという完全新作ゲームがセットになった作品です。今作の元になったソニックジェネレーションズは、ソニック20周年記念作品として発売された作品でした。このゲームの特徴は、作中に登場するステージがすべて、過去のソニックシリーズに出てきた名ステージのリメイクになっていること。例えば初代ソニックザ・ヘッジホッグのグリーンヒルや、ソニック2のケミカルプラント。3D ソニックのステージからは、ソニックアドベンチャー2のシティエスケープや、ソニックワールドアドベンチャーのオレンジルーフスなどが選出されていましたね。どれもソニックシリーズを代表する神ステージたちだぜ。さらに、今作ではこれら各ステージを、2D と 3D の2種類で遊ぶことができるんです。今作では、初期の 2D 時代のソニック、クラシックソニックと、3D のソニック、モダンソニックという2人のソニックが操作キャラになっています。そして各ステージをクラシックソニックで遊んだ際は、昔ながらの横スクロールアクションゲーム。モダンソニックで遊んだ際は、3D のコースを楽しむことができるんですね。例えばグリーンヒルはもともと横スクロールのステージでしたが、今作ではなんと、3D のグリーンヒルも遊ぶことができちゃうんです。もちろん逆もしかりで、元は 3D だったシティエスケープが横スクロールになったステージなんかもあります。クラシックソニックとモダンソニックの夢の共演。さらにソニックシリーズの神ステージたちが、2D と 3D でフルリメイク。まさにソニック20周年にふさわしい、お祭りのようなゲームだったぜ。そんなソニックジェネレーションズのストーリーは、みんなでソニックの誕生日をお祝いしているシーンから始まります。このシーン尊くて大好き。みんなでパーティーを楽しんでいたさなか、突如空に巨大な穴が開き、タイムイーターという怪物が出現。ソニックの仲間たちは、タイムイーターが開けた穴に吸い込まれ、ソニックも気を失ってしまいます。ソニックが目を覚ますと、そこは謎の真っ白な空間でした。どうやらタイムイーターという怪物は時空を歪める力を持っているようで、奴が暴れたせいで世界がめちゃくちゃになってしまったそう。ところが、時空がめちゃくちゃになったおかげで、なんとソニックは過去の自分、クラシックソニックと出会いました。そして二人のソニックが、壊れた世界を元に戻すべく、まっさらな世界に駆け出す。というのが、今作の物語です。ちなみに今作には、PS3 や Xbox 向けに発売された白の時空と、3DS 向けに発売された青の冒険という、2種類のバージョンがありました。2つのバージョンは基本的なゲーム性やストーリーは同じでしたが、登場するステージやボスがちょっと違っています。青の冒険の方には、例えばソニックアドベンチャーのエメラルドコーストや、ソニックカラーズのトロピカルリゾート。さらには、DS で発売されたソニックラッシュというゲームから、ウォーターパレスというステージが登場してたぜ。ただ今回のソニックシャドウジェネレーションズでは、白の時空の方がベースになりそうですね。青の冒険の要素も追加されてたら嬉しいな。それでは続いて、ソニックシャドウジェネレーションズについて、現時点で分かっている情報を見ていきましょう。まず発売時期ですが、2024年の秋頃となっております。最近のソニックは秋に出ることが多いぜ。続いて対応機種はご覧の通り。プレステ系やスイッチ、Xbox、PC と、近年のソニックシリーズと同じく様々なハードに対応しているみたいです。価格はまだ未定のようですね。続いてストーリーについてですが、こちらは Steam 版の商品ページに詳しい記載がありました。今作もオリジナル版と同様に、タイムイーターという怪物により時空がめちゃくちゃにされてしまうというストーリーのようです。そしてソニックジェネレーションズの方では、時空が壊れたことによりクラシックソニックとモダンソニックが出会うことになり、二人で世界を救う冒険に出るようですね。こっちのストーリーは、元のオリジナル版と同じだな。一方で気になるのは、完全新作となるシャドウジェネレーションズのストーリー。こちらでは、なんとかつてシャドウが倒したはずの宿敵、ブラックブームが復活するそうです。なんだってブラックブームというのは、2005年に発売したソニックシリーズ外伝作、シャドウザヘッジホッグに登場したキャラクターです。このゲームはシャドウが主人公で、通称シャドゲと呼ばれているぜ。ブラックブームはブラック彗星という星に住んでおり、ある時大量の軍隊を引き連れて、ソニックたちの星に攻め込んできたんですね。そして、当時記憶をなくして精神的に不安定だったシャドウに接触し、シャドウを仲間に引き入れようとしました。シャドゲはプレイヤーの選択によってストーリーが分岐する、マルチエンディングを採用。
各ステージには、ソニックたちに協力するヒーローミッションと、ブラックブームに協力するダークミッションがあって、どっちのミッションをこなすかでその後の展開が変わってくるぜ。全ステージでブラックブームに協力すると、完全に闇落ちしたシャドウを見ることができましたね。このシャドウ怖かった。シャドゲはマルチエンディングになっていましたが、すべてのエンディングを見るとラストシナリオが解放され、その中でシャドウはブラックブームを打ち倒すことになります。このラストシナリオの展開が、一応静止という扱いになっていますね。そんなブラックブームが今回復活し、またシャドウに揺さぶりをかけてくるそうです。おそらくタイムイーターが時空を歪ませた影響で、ブラックブームが復活することになるんじゃないかと思われますね。どんな物語になるのか楽しみだ。またシャドウジェネレーションズというタイトルになるからには、おそらくシャドウにゆかりのあるステージやボスが、いくつも出てくると思われます。実際今回公開されたトレーラーでも、ソニックアドベンチャー2のファイナルチェイスとおぼしきステージや、バイオリザードの姿もありましたね。またシャドウの操作性については、ホーミングやブーストなど、ソニックが使えるアクションは一通り使えるみたいです。ですが各アクションの演出はしっかりシャドウバージョンになっているようで、例えばブーストを使った際の光がソニックとは違ってオレンジになっていたり、ホーミングアタックの演出もシャドウオリジナルでしたね。このホーミングアタックの演出は、シャドゲのオープニングに出てきたこのシーンのになってるぜ。シャドウっぽくてめちゃくちゃかっこいい。ブーストに関しては、2017年発売のソニックフォースの DLC でも見られましたが、ホーミングアタックまでオリジナル演出つけてくれたのは激アツですね。早くシャドウを動かしたい。続いては、まだ情報が出てないポイントについての予想を話していきたいと思います。まずは、ソニックジェネレーションズに実装される新要素について。ソニックジェネレーションズの方は基本的にリマスターになるようですが、いろんな新要素も実装されるそうです。新要素の内容はまだ不明ですが、最近のソニックの傾向を考慮すると、まず残機性の廃止は入ってくるでしょうね。またクラシックソニックには、着地と同時にスピンができる、ドロップダッシュが実装されるのではないでしょうか。最近の 2D ソニックには必ず実装されるアクションだから、ドロップダッシュの実装はかなりあり得ると思うぜ。あと気になるのはやはり、新しいステージが追加されるかどうかですね。個人的には、オリジナル版のソニックジェネレーションズより後に発売されたゲーム、ソニックロストワールドやソニックフォースのステージが出てくる可能性もあると考えています。今作はタイムイーターによって時空が歪められたという設定なので、過去だけじゃなくて未来のステージが出てきてもおかしくないですからね。もしくは、3DS 版の青の冒険に出てきたステージが登場してくれても嬉しいです。例えばソニックアドベンチャーのエメラルドコーストや、ソニックラッシュのウォーターパレスなどは、ぜひ 3D でも遊んでみたい。何が来てもテンション上がる。ただ今回のゲームのメインはシャドウジェネレーションズの方だと思うので、ソニックジェネレーションズにどこまでリソースを割いているかによりそうですね。今後の情報に注目です。続いては、シャドウジェネレーションズに関する予想です。シャドウジェネレーションズには、シャドウにゆかりのあるステージやボスが多数登場すると思われます。今のところは、ステージで言うとさっきも紹介したファイナルチェイスのほか、ラジカルハイウェイっぽいコースも確認できますね。またボスの方は、ブラックブームとバイオリザードの姿が公開されています。これ以外に出てきそうなステージ、ボスは何かというと、まずステージについては、シャドゲに出てきたウエストポリス、ザブーム、ファイナルホーントあたりが怪しいですね。ソニックシリーズ統括の飯塚さんのコメントによると、このシャドウジェネレーションズの目的として、プレイヤーにシャドウというキャラクターをよく知ってもらい、彼の動機を理解してもらうという意図があるようです。そのため、シャドウジェネレーションズの展開は、シャドウの人生を追体験するような形になると思われます。ウエストポリスはシャドゲのファーストステージですし、ザブームは、かつてシャドウが巻き込まれた大事件の舞台となった場所。そしてファイナルホーントは、ブラックブームたちの本拠地です。シャドウの人生を追体験する上では、この3つのステージは外せないんじゃないかと思いますね。そしてボスについては、やはりあのキャラの復活を期待してしまいます。片道切符さん。2006年版ソニック・ザ・ヘッジホッグ、通称新ソニに登場した、メフィレスです。彼もまた、シャドウと非常に因縁がある相手ですね。まず姿形がシャドウとそっくりですし、新ソニのシャドウ編ではラスボスも務めました。ブラックブーム、バイオリザードと並び、シャドウの宿敵と呼ぶにふさわしいキャラクターだと思いますので、ぜひ彼の復活も期待したいところです。逆にこういう機会じゃないと再登場は厳しいから、なんとしても出てきてほしい。そして最後にもう一つ、このソニックシャドウジェネレーションズにおそらく盛り込まれているであろう内容があります。それは、モダンソニックとクラシックソニック、そしてシャドウのトリプルスーパー化です。今作のオリジナル版であるソニックジェネレーションズでは、ラスボス戦でモダンソニックとクラシックソニックが2人でスーパー化し、タイムイーターを打ち倒しました。今回はシャドウも操作キャラになっているわけですから、おそらくシャドウも一緒にスーパー化して、タイムイーターと戦うという展開が盛り込まれていると思われます。例えば、ソニックジェネレーションズとシャドウジェネレーションズを両方クリアするとラストエピソードが出てきて、そこでみんながスーパー化するといった展開がありえそうですね。もしシャドウがスーパー化して戦うことになったら、2006年の新ソニ以来の快挙だぜ。また、ソニックとシャドウが一緒にスーパー化する展開といえば、ソニックアドベンチャー2での名シーンが思い浮かびます。またあのような激アツ展開が見られるかもしれないと思うと、今からワクワクが止まらないです。
何はともあれ、やはり今年はシャドウの年になるのは間違いなさそうですね。年明けに出した動画でも話しましたが、2022年のソニックフロンティア以降、ソニックシリーズの傾向は大きく変わりました。2010年代は、ソニックのキャラクターたちにはあまり触れず、ただソニックがハイスピードアクションを繰り広げるというゲームが多かったです。たまにソニック以外のキャラが出てきても、彼らについてほとんど触れられないから、ソニックのキャラクターをあまり知らない新規ファンたちは置いてけぼりにされることが多かったぜ。それがソニックフロンティアから、ソニックシリーズに出てくるキャラクターを少人数ピックアップし、彼らがどんなキャラクターなのかを丁寧に描いていく方針になったんですね。昨年はテイルス、ナックルズ、エミーの3人がピックアップされていましたが、今度はシャドウの番のようです。シャドウはソニックと同じくらいカリスマ性があるから、シャドウの知名度が高くなれば、もっといろんなゲームが出せるようになること間違いなし。ぜひシャドウのことも、しっかり丁寧に描いていってほしいですね。秋に発売の、ソニックシャドウジェネレーションズ、今から発売が待ち遠しいぜ。一体どんな作品になるのか、今後の続報を楽しみに待ちましょう。以上、今年の秋発売予定の新作、ソニックシャドウジェネレーションズに関する最新情報でした。いろんな予想もしてきましたが、皆さんが予想、期待することもぜひコメントで教えてください。たくさんのコメント待ってるぜ。また動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録もぜひお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。